富士フイルム X キャスト旗本です。今回のテーマは XE5 特集第3弾アイビスですね、手ブレ補正が変える撮影体験についてお話しします。早速いきましょう。写真を撮っていて手ブレでがっかりした経験、誰でもあるかと思います。特に夕暮れ時とかね、雰囲気のいいカフェの中とか、ちょっと暗い場所で撮った写真がね、後で見返したらブレブレだったなんてね、ちょっと悔しいですよね。今日はそんな手ブレの悩みを解決してくれるかもしれない XE5 で注目されている機能の一つ、アイビスについてお話ししたいと思います。そもそも手ブレ、なぜ起こるのか。簡単に言うと、カメラが光を取り込むためにシャッターを開けている時間が長いと、その間にカメラを構えている手のわずかな揺れも写真に映り込んでしまうという理由ですね。特に暗い場所ではたくさんの光を取り込むためにシャッターを開ける時間が長くなってしまいますので、手ブレが起きやすくなります。そこで登場するのが今回の主役のアイビスです。アイビス。これは、インボディイメージスタビライゼーションの略ですね。日本語で言うと、ボディ内手ブレ補正と言います。これはカメラのボディ、つまり本体の中に手ブレを打ち消してくれる精密な装置が入っている機能のことになります。撮影者の手ブレ、手の揺れ、これをね、カメラに内蔵された高精度のジャイロセンサーが検知して、その揺れと反対方向にカメラの中にあるイメージセンサー自体を動かす。これでね、ブレを操作してくれるんですね。すごいですね。意味がわからないんですけれども、うまいこといくそうです。で、上下左右回転、この5つの軸のブレに対応するのが一般的で、ハイテクの塊になってます。レンズにも手ブレ補正機能ついてることがありますよね。レンズについている手ブレ補正は OIS といってレンズ名にも書かれてます。オプティカルイメージスタビライゼーション。これも素晴らしい技術なんですけれども、これと違ってアイビスの最大のメリットは、どんなレンズをつけても手ブレ補正が効くという点ですね。レンズについているとカメラ本体についていないので、そのレンズに手ブレ補正機能がないとその効果がない。当然なんですけれども、ボディについていると全部のレンズに手ブレ補正が効くといいですよね。憧れますね。特にね、富士フイルムの X シリーズ、小さくて軽い写りも素晴らしい単焦点レンズたくさんあるんですけれども、だいたい手ブレ補正ついてないんですよ。紙レンズと言われている XF35mmF1.4 もね、手ブレ補正機能がついてないのでブレることもありますよね。で、この XE5 にもしアイビスが搭載されたら、そんな心配もなくなるということで、レンズの選択肢がね、広がるんじゃないかなと、撮影がもっと自由になるんじゃないかなという期待があります。実際に XE5 にアイビス搭載、これ現実的に可能なのかなというね、疑問があります。XE シリーズは小さくてコンパクトでね、軽いというイメージありますので、ここにアイビスの搭載は物理的に可能なのだろうかというね、疑問ありますが、可能性としては非常に高いみたいですね。その理由は富士フイルムのアイビス技術、これが目覚ましく進化しているからだということで、最初に搭載されたのが2018年の XH1 でしたね。そうですね、ありましたね。結構大きめのカメラでしたね。その後小型化がどんどん進んでいきまして、2020年の XS10、このカメラで当時の上位機種 XT4 のアイビスユニットと比べて約 30% 小型することに成功という、今から5年前ですか。
で、さらに、進化しまして、X106 ですね。これにね、まさかアイビスが搭載されることになるのかなと、びっくりしましたけれども、しかもね、サイズがそんなに増えてなかった。厚みが2ミリ増えたぐらいで、重さも43グラムですか、増えただけみたいですね。あんまり見た目、ほとんど気がつかないレベルのものがね、搭載されました。これを受けてね、XE5 にもこのアイビス、そんなに大きくならずに搭載できるんじゃないかなというふうに噂されてます。あくまでも噂なんですけれども、これがね、もし iXE5 に搭載されたら何がいいのか、メリットを見ていきたいんですけれども、なんといっても暗い場所での撮影に強くなる。夜景、イルミネーション、雰囲気のあるレストランでの食事、これを三脚を使わずに手持ちでブレのない写真が撮りやすくなります。2つ目は動画撮影がもっと楽しく滑らかになる。Vlog を撮ったり、思い出動画、旅行とかね、思い出の動画を残したりする時もアイビスがあったらね、映像の揺れ抑えられて見やすい映像になるんじゃないかなと。これもね、今までアイビスがなかったからあんまり動画撮ってこなかったけれども、もしねアイビスがつくんであれば試してみようかなと思ったりもする自分がいます。3つ目はこれは先ほど触れましたけれども、レンズ選びが自由になりますね。これもありがたい。単焦点レンズがねより使いやすくなるなと思います。一方でデメリットというか考慮すべき点も出てきますが、カメラがちょっと大きく重くなる。これは仕方がないのかなと。XE シリーズなのであんまり大きくなりすぎるのもね、良くないなとは思うんですけれども、どれぐらい大きくなるんでしょうかね。で、価格も上がってしまう可能性がありますね。これはこの今の状況ね、みんな全部相対的に物の値段が倍ぐらいになってきてるんで、ある程度これは仕方がないのかなと思いつつ、どこまで上がるのか心配ですね。コンパクトさと手軽さ、これが失われるかもしれません。2つ目のデメリットはバッテリー消費ですね。アイビス常にセンサーを動かしている状態なので電力消費するんじゃないかなという心配があります。プロセッサーがね5になって省エネできるとはいえ、やっぱりちょっと早くバッテリーの減りがね早くなるかもしれない。これはかなり大きなデメリットではある気がします。かといってね、電池大きくするとなるとまたさらにね、ボディ自体が大きくなるというので、なかなか難しいですね。どんなカメラが出てくるのか。ここからはリスナーさんからの質問をご紹介しておきますが、アイビスボディ内手ブレ補正ですね。これと OIS レンズ内手ブレ補正、どっちが優れているのという質問なんですけれども、これもあんまり私専門家ではないので、具体的には説明できないんですけれども、一般的に言いますと望遠レンズの大きな揺れはレンズ側の OIS の方が優れているのかなと。で、広角レンズで、気になる画面全体の回転ブレとかね、あとはマクロ撮影ですね、平行ずれ、これはボディ側のアイビスが強いのかなというのが一般的なお話になってますね。で、この富士フイルムのカメラはね、この2つ OIS とアイビス、この2つがね連携して、手ブレ補正効果を発揮するようになっているので、どちらが優れているというよりは得意分野を生かして協力し合っているというのが答えなのかなという感じです。
XE5 特集第3弾いかがでしたでしょうか。アイビスね、搭載されたら撮影の幅ぐっと広がりそうなので楽しみです。手ブレだけじゃなくてね、胴体ブレを使った表現もやりやすくなるのかなと思います。胴体ブレ、またこれは別の機会にお話ししましょうかね。皆さんはこのアイビスについて、手ブレ補正機能についてどう考えますでしょうか。次回はもし可能であれば、間に合えばですね、デザイン操作性について XE シリーズの魂深いテーマですけれども、こちらについてお話しできればと思います。もっと X シリーズの情報が知りたい方は、ぜひこのポッドキャストのフォロー、そして YouTube チャンネル富士 X キャストの登録もお願いします。ポッドキャストは Listen、Spotify、Apple Podcast などで配信しています。各種 URL は番組概要欄をご覧ください。富士フイルム X キャスト旗本でした。それではまた。